はい、皆さんこんにちは、アーニャです。で、今日はもう2回目の動画になるんですが、いろいろお話できればなと思います。で、今日のテーマが、初来日した時の経験とか、思い出とかの話をしたいと思いますが、実はですね、私初めて日本に来た時は結構、珍しい経験したらしいのね。まあ友達によると。実は最近アリョーナに言われたんですがね。で、それはどういうことかっていうと、なんか大体、外国人は日本に初めて来る時には、やっぱりそういう観光地のところに行くじゃないですか。東京とか京都とか行っていろいろ回って日本を見るじゃないですか。で、私は、実はそういうんじゃなくて、初めて日本に来た時に、ボランティアとして岐阜県に行きました。はい。ちょっと不思議な経験でしょ？で、なので私の初めての日本が東京とか京都じゃなくて岐阜県の東白川村というところでした。はい、神社で暮らして村の人々と一緒に生活してた中では、まあいろいろ面白いことをやってたよね。で、その時は本当にいろいろめっちゃ良かったし、すごいいい経験になったし、その時からまた日本に行きたいなっていう気持ちもさらに強くなってきたので、今日はそれについてをお話ししたいと思います。で、どのようなボランティアだったかというと、地域貢献と交流のボランティアでした。で、それはなんか、村の人々と一緒に小学生とか中学生と触れ合いながら、一緒にいろいろすることでした。で、結構いろいろ楽しかったし、目的としては村の人々を、外国人と触れ合いながら英語を使うことでしたが、申し訳ないことがあって、私は本当に英語があの時全然ダメだったので、私でいいのとちょっと思ってました。こんにちはのレベルができたと思うんですが、それ以上はちょっと怪しかった。この2週間の中でどういうことは、具体的にやってたかというと、いろんな、例えば小学校とか行って、小学生と話したり、幼稚園とかも行ったのね。幼稚園で、幼稚園生と一緒になんか作ってた覚えがあるんですが、何作ってたか覚えてない。とにかく私の感動点が、幼稚園にでかいトトロが飾ってあって、で、私あの時は確かにトトロ T シャツを着てたのね。で、すごいなんかダブルトトロで写真撮ってた覚えがあります。で、幼稚園の子供たちもすごい可愛くて、みんなすごい恥ずかしがり屋だったのね。で、私たちもすごい、恥ずかしい、どうしようみたいな感じになってて、お互いが恥ずかしくなってた思い出がある。そう。それは一つなのね。もう一つは、そういういろんな神社の、掃除とかやってて、でも本当になんかちゃんとしてた掃除やってない気がするんだね。だいたいなんか川遊びしてた覚えはあるけど、ちゃんとした掃除、ちょっとはやったけどね。真面目に。あとは、畑の掃除もしてた。本当になんか、いろいろとってて、田んぼそう、めっちゃ面白い経験だった。その後は、カヌーの大会とかもあったね。それはね、台風とかでダメになったけど、そこだけね、準備はみんなしたけど、その次の日はすっごい強い台風が来たのね。その時は本当に人生初の台風でしたので、台風ってどういうものかわからない、しかも体験したことないから、どうすればいいのってちょっとみんながなってたから、結局結構強めの台風だったから、一日家の中にいてくださいと言ってたので、私たちみんな神社で隠れました。で、一日中も神社は出ないことにして、もちろんなんかそういう遊び、いろいろみんな集まってるから、ボードゲームとかしたり、いろいろ遊びできたから、結局良かったのね。ちょっと私と、あともう一人ロシア人結局、ちょっとだけちらっと外出て、様子見、台風ってどういうものは気になってたから、外出たんですけど、
墨絵とかも書く授業だった。まあこれはすごい、結局私たちがいろいろ通話してもらってることでちょっと申し訳なくなってた時あったのね。うん。で、最後の日がみんなで祭りに行ってたのね。で、村の人々と一緒にまた触れ合いをしながら祭り行ってたんですけど、それはすごい楽しかった。あとは実はすごいことが起きたのは、その時にこのボランティアプロジェクトからボランティアの人々は浴衣がもらってたのね。すごいじゃないですか、プレゼントとして。でしかも結構いい浴衣がもらっていてめっちゃ嬉しかったです。紫色のすごい大きい花が入ってる浴衣をもらっていて、私は結構感動しました。あと太鼓もやった。あと流しそうめんもあったし、あと歌舞伎も行った。いやほんといろいろあったね、考えると。そう、でも歌舞伎のなんだっけ、レペティションに行ってて、でもあの時申し訳ないことが起きちゃったのね。みんなが日本語もあの時にそこまで分からなくて、でどういうことが起きているかもすごいみんなが分からない感じだったのね。で最初はみんな頑張ってすごい見ようと思ってたんですけど、最後の辺が申し訳ないんですがちょっとみんな寝始めちゃったもう今でも恥ずかしいんですが、あの時にはなんか毎日いろんなことがやってたので、そこでみんな頑張って、あ、歌舞伎どういうこと起きてるかなって思いながら、で結局ちょっと寝ちゃった時がありました。でそれは本当に申し訳ないです。そうで、行った時が祭りとかもいろいろ行ってたのはもう分かったと思うんですが、8月の時に行ってたんですね。で行く前には実はいろいろの友達になんか8月の日本はやめた方がいいよとか言われたのね。暑いからね。でもし日本に行きたいんだったら、別のシーズンがおすすめですとか。でも私も大学の休みとかもあるし、いろいろ事情とかもあったので、ボランティアとして8月とかも限られてるし、8月にしたんですが、それは本当に良かったと思います。今でも実は私8月結構大好きで、なんか今度ロシア帰る時に8月になると思うんですけど、結構それは悲しみ。花火できなくなるし、祭りとかも行けなくなるし、そう、それは結構大好きです。なので8月の日本が大好き。はい。で、すごい今日の話があんまりにもまとまってなくて申し訳ないんですが、いろいろ初めての日本の経験が面白かったので、皆さんはどう思いますか？海外に行くときに、どの経路の方がいいと思いますか？私はやっぱり、その時間があったら、こういうボランティアの方がおすすめです。なぜかっていうと、本当に現地の人との触れ合いができるし、この文化のこともっとわかるし、そういう経験が本当になんか普通の旅行だともらえない経験になるから、もし時間があったら絶対ボランティアとして行った方がおすすめです。で、ちなみに私ボランティアした時にもこういうカップルがいたのね。チェコからの2人なんですが、毎年旅行する時に2人がボランティアとしていつも旅行してます。それでも15カ国を回ってた2人でしたが、やっぱりそっちの方が楽しいらしいです私はですね、その後は仕事とかいろいろし始めたので、なんか長く休みを取っていけなくなってたんですが、実はですね、またいつかこのような経験もう一回やりたいなと思います。海外とかでもやりたいし、できればまた日本の中で2週間どこかの神社で暮らしして、こういうことができればなと思いました。はい。で、今日も最後まで見てくれましてありがとうございました。で、チャンネルの登録といいねをお願いします。バイバイ。